グータラズです。今日はね、軽バス友の会シリーズ、キャンピング仕様に、キャンピングカーのね、軽キャンピングの制作の第何日だ？忘れちゃった。もういいか。そう。床を作ります。音はね、天井低くなるから床いらないって言ってたんだけど、ロッドホルダーを作った方が天井低くなるんだよね。なので、勝手に床作っちゃいます。いいやと思って。その床もね、霧材で作ります。霧の修正材。軽さがね、テーマですから。そう、強度もね、大丈夫そうです。木目とか気にしながら貼っていかないと、やっぱり木目に沿って貼ったりするとね、結構割れたりするんでね、そこだけ注意が必要です。軽くがテーマ、そしてね、取り外しがテーマなので、これもね、また分割式をね、採用します。フル乗車できるように、あそこのポイント、椅子をね、起こした時に邪魔にならないところを後ろにします。で、ここめくってみて、どうやってね、置こうか、どうやって固定しようかっていろいろ悩んでたんですけど、この床に直接ボルトだとかで打つのがちょっと嫌だったんですよ。それをまた取るときにめんどくさいなと思って、そう、ちょっと剥がしてみてます。で結構ね、防音とか防振やってるんだね。バンだからやってねえだろうと思ったら結構やってた。いや、結構やってたなと思って。そう、だからね、一回この敷いてるビニール、一回剥いでみました。そしたら前の方だね。あそこはリアシートが乗るところかな。あそこは防振じゃねえや。防振もないか。あとニードルフェルトもないね。防音もされてないです。だからちょっとこのなんていうかな、ニードルフェルトのおかげでグラグラするんですよ。だからどうしようっていろいろ考えてて、固定もしたくないし、かといってグラグラも嫌だし、でもとりあえずニードルフェルトないところ、隙間にね、結構ニードルフェルト詰めていったらね、この方式っていいじゃんと思って、足をね、ニードルフェルトの間に挟める感じ。そうするとね、がっちりになるんですよ。ほら。そうするとね、グラグラもしないし、あそこにうまい具合に足をスポッとはめればいけるんじゃないと思って、この作戦にします。そう、ニードルフェルト隙間作戦のまんまいいか。この作戦にしようとね、思います。そう、ニードルフェルトないところ、前のね、前方もね、敷いときました。追加でね、敷いてあります。結構ね、このニードルフェルトだとか、あとはレジェットレックス、防振材だね、大人シート。この関係ね、結構貼るとね、ものすごい静かになります。アクティブの時はね、全面に貼りました。屋根、天井まで貼ってね、かなりね、静かになったんですよ。でこれはまだそこまでやってないんですけど、後々かな。後々やる予定ではいるんですけどね。とりあえず、今床の作業入っていきます。そう、一回ね、戻します。戻してね、そう、これでね、フロアをね、乗っけてね、うまい具合にニードルフェルトの隙間に、挟めてね、ぐっと乗っけてみました。そうするとね、皆さん予想できます？できますでしょ？グラグラなの。グラグラ、本当に。なんとなく予想はしてたけどね、やっぱりかと思ったんですよね。やっぱり、うまい具合いかんね。本当にグラグラ。そう、ビニールのせいで隙間が入らないんだよね。隙間にグッと沈んでいかない？そりゃそうだよね。なのでね、失敗です、これ。完全に失敗。作戦をね、変えます。足にね、足をつけた。ちょっとややこしいけど、足に横にね、足を這わせたんですよ。なので、そのまま直接置けばいいんじゃないって言われてさ、そうだよなと思って。何難しく考えてたんだろうと思って。極力その床を低くしたいっていうのがあったんで、あの方式、ニードルフェルト隙間作戦にしたんですけど、グラグラじゃ意味ねえじゃんって思ってさ、結局ね、床が高くなるって言ったって2、3センチのもんでしょって話になってさ、そうだよねって感じで、結局5センチくらい高くなったんだよね。
そうそうそう。ここでまた新たな問題。当たるんだよね。何が当たるかっていうと、フル乗車にしたとき、背もたれを起こすんですけど、背もたれにね、足がついてんの。ゴムついてるのさ。背もたれをね、こう上に上げないで採寸してたんで、その存在に気づかず、そのまま採寸したら、がっつり当たる。うわーと思って。もうせっかくここまでうまくいってたのに、と思ってさ、見てください。あそこほら、乗っかっちゃってるでしょ。あそこもうなんだよと思って。もうと思って。せっかく綺麗にやってたのに、もういいです。書き込みます。これでいい。もう仕方ないもん。これまた作り直すって大変だから。うまい具合に収まったからね、あれでいきます。あれでよしとします。あれでうまい具合にね、背もたれも起きて、ちゃんとね、フル乗車もできる状態なんでね。そう。次の日、もう前側もね、作ってあります。前側もね、後ろと同じ方式です。足に足をつけて横に這わせてね。で、前側がね、こう外れて、で、あれは超ボルトでまたね、止まるようにね、後々説明しますけど、なっていくんですけどね。要は、また収納の蓋作っていきます。両サイドが収納なんですよ。あそこの後ろから見るとそうね。で、真ん中にロッドが入るんで、真ん中がスポッて抜けてるんです。真ん中にロッドが入るんです。で、ロッドホルダーじゃなくて、ロッド入れ、釣り竿入れが真ん中になってるんですよね。だから釣り竿はね、表に出てきません。これね、真ん中、あそこの真ん中にね、スーッと中に入るようにしました。そうすると邪魔にならないし、1本2本ね、どっか乾かすとこ作ってよって言ってたけど、とりあえずそれは後々にします。とりあえずね、ロッドをね、あそこにしまう。タモとか全部あそこにしまうように、真ん中はね、ちょっと広めに作りました。で、両サイドにね、引き出しにして、で、前の方、前方のね、両サイドは収納にしてあるんです。そう、その蓋をね、今ね、作っていってます。ほら。前方もね、あれ4箇所収納があるんです。手前がね、引き出しになるのかな。でね、前方の手前の方だね。手前の方は引き出しの両足に足もつけたんでね、結構がっちりです。本当に動かない。がっちりです。グラグラもしないしね。そう、ああやってね、蓋が閉じれば、あそこにね、収納部分作りました。やっぱりね、キャンピングカーって本当に収納って結構ないんですよ。だから収納をどれだけ確保するかっていうのがね、結構大事になってきます。でかい方のキャンピングカーもね、本当に収納がね、少ないんですよ。だから意外とこの収納っていうのがね、こうキャンピングカーではこう問われていく。作っていけばね、結構そういうところで、あと乗っててもね、わかるんです。収納ないなっていうのがわかるんでね、やっぱその収納って結構大事になってきます。そう、こうやってね、なんだかんだ話してる間に蓋を閉じちゃって、これでね、収納の蓋が完成で、フロアが完成です。そう、蓋をね、加工していきましょう。ホルソーでね、まず真ん中穴開けます。蓋をね、こう開けるときはやっぱ穴がね、一番いいです。穴開けすぎるとね、でかい穴開けすぎるとね、寝てるときにね、穴に入ったりしますからね。気をつけながら。だから、あれぐらいの小さい穴です。30ミリぐらいかな。でね、トリマーで綺麗に面取りして、この辺はね、本当に手が当たる部分なので、綺麗に本当に仕上げた方がいいです。でね、周りもきちんと面取りします。これもやっぱり面取りしてあげると、この蓋の閉まりやすさとかにもつながってくるし、仕上がりってやっぱり一番大事ですからね。仕上がりが本当に良くなります。面取りするだけで仕上がり本当良くなりますから。でね、あとはね、ダブルアクションで綺麗にね、磨いていきます。この辺のダブルアクション使うのは全部このバリ取りですね。で、手が届かないとこ、ダブルアクションが届かないところなんかは、ヤスリでね、仕上げていきます。本当にこの手の入る部分、本当にきっちりね、ヤスリかけて、つるっとさせた方が気持ちいいですから。でね、前の箱、前のフロアできました。
で、前と後ろはね、超ボルトで止まるようになってるんですけど、M8 かな、太めの超ボルトなかったんで、今度ね、調達しておきます。これもね、完成の時にしっかりね、説明しますんでね。今は実際この時に超ボルトなかったんです。だからこのまま作業しちゃってますけどね。ちょっとその装着の模様見てみましょう。そう、このピクニックテーブルがね、ちょっとはみ出てるんで、ちょっとこのはみ出てる部分、あそこに穴を開けたんです。フロアにね、穴を開けました。で、あそこにね、ピクニックテーブルの足が1本入るようになってます。で、ちょっとね、ピクニックテーブル曲げないと、足を1個曲げないとね、入らない。その辺ちょっとあれだったかな。でもぴっちり作ってある感じです。でね、例によって、ピクニックテーブルのね、ずれ止め、あそこもね、超ボルト、あそこで横に走らないようになってるんですね。そしてね、蓋、収納の蓋をどんどんね、閉めていきましょう。で、収納は向きがあります。収納の蓋、向きがあるのでね、本当に入るようにしか入らないようにしました。入るようにしか入らないように。早口言葉みたいな。になってます。本当にね、入るようにしか入らないようになってます。その箇所その箇所にしかね、入らないようにしました。おかんがね、様子見に来ました。おかんが様子見に来た。ほら、入るようにしか入らないように。向きもあるんでね、これで完成。きっちり完成します。床がね、できました。超ボルト。超ボルトをバタフライボルト。ってことでね、フロア、床がね、完成しました。あと手前側だね、あそこに引き出し、両サイド引き出しで、あとはロット入れるとこ、あそこもね、蓋を作っていきます。次回はね、その作業、引き出しと蓋だね。で、これで、なかなかに完成かな。完成というか、制作は完成ぐらいになりましたね。あとは色を塗ってっていう感じかな。で、その後にね、また設備関係あるんですよ。電気だとか、排水、水道。その辺もね、またね、時間かかるんでね。全部、そのギャレーだとかの塗装が終わった後に、設備関係入っていきます。で、なかなかやっぱり、この大きい作業、フロア作ったりとか、ギャレー作ったりっていうのはね、目に見えてバタバタっと作業が進むんですけど、設備関係はね、なかなか地味な作業でね、動画の絵面的にもつまんねえ作業なんですわ。本当に。その辺はね、最終段階になりますからね。またですね、次は引き出し。引き出しも作ればもうね、だいぶいい感じにまとまってくると思います。なのでね、その次また、この次も動画楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。こっちに